んにちは。今日はドルマンカーディガンを作っていきます。モモンガカーディガンとかコクーンカーディガンとも呼ばれます。作り方は長方形の端を折り紙のように折って、そこを一部縫って作ります。簡単な作り方です。その長方形は模様編みで編んでいきます。とても綺麗な模様編みです。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのアクリルヤーン 50g で96メートル、白でアクリル 100%、使用かぎ針の目安は 5.8 から 6.2。これを今回7ミリで編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。この糸の太さはだいたい2ミリぐらい。この糸を使って編んでいきます。まず大きな長方形を作ります。このサイズはこの部分がだいたい60センチ、長い辺は120センチぐらい。これでだいたい M サイズや L サイズぐらい。LL サイズにするときにはこの部分を長くします。この部分こう編んでいくので、ちょっと長く編んでいくと大丈夫です。S サイズにするときにはこことここ両方とも少しだけ短くします。私は120センチにするために鎖121。これは6の倍数プラス1。作りたい長さまで鎖を編んで、それを6の倍数プラス1に当てはめます。私は鎖121。サイズの変更をする場合には6の倍数プラス1で変更します。鎖編みをしていきます。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、これが1つ目。後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も細編み。次もこのまま端まで細編みを続けます。端まで来ました。次は2段目。鎖1つ。裏返します。細編みをします。鎖の根元、細編み。次は鎖1つ。足元2つ飛ばして3つ目に長編み。1、2、3。鎖1つ。同じところに長編み。鎖1つ。足元2つ飛ばして3つ目、細編みをします。1、2、3。これで細編み、鎖、長編み、鎖、長編み、鎖で細編み。
これを繰り返していきます。細編みの次は鎖1、2、3、長編み、鎖、長編み、鎖、1、2、3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 、端の細編み、ここに細編み、これで2段目が終わりました。次は3段目、鎖3つ、1、2、3、裏返します。次はこの三角、ここに針を入れて玉編みをします。玉編みは未完成の長編み、未完成の長編みは長編みの途中まで絡めて三角の中、この2本から引き抜きます。これで未完成の長編み、もう一回未完成の長編み2つ、これを一度に引き抜いて、これで玉編み、鎖1つ、同じことをもう一回、これで未完成の長編み2つ、一度に引き抜いて玉編み、鎖1つ、もう一回三角の中、一度に引き抜いて玉編み3つ、次は鎖を編まないでこのまますぐ長編み、この細編みの上、ここには鎖がありません。玉編みと玉編みの間には鎖1つ、これを繰り返していきます。また三角の中、鎖、引き抜いて玉編み、鎖、鎖を編まずにこのまま長編み、また同じ三角に
鎖、で長編み、次も鎖を編まないで長編み、2本の糸の下、これが3段目。次は4段目。鎖を4つ、1、2、3、4、裏返します。次は玉編みと玉編みの間、ここに長編み、これで四角ができました。ずっと四角を作っていきます。鎖1つ、玉編みと玉編みの間、次も鎖1つで長編み、四角ができました。端まで来ました。一番端はこの鎖の下から3つ目、ここに長編みで、この時は上が2本、下は1本、この位置に長編み、これで最後も四角ができました。鎖3つ、1、2、3、裏返します。次は長編みだけを編んでいきます。まずこの四角の中、ここに長編み、次は長編みの上、四角、長編み、四角、長編み、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。最後の四角にも長編みをします。まずこの鎖の下、最後は鎖の下から3つ目、ここに長編み、この時も上は2本で下は1本、ここに長編み、これで端まで長編みができました。次はこの部分、鎖1つ裏返します。
根元に細編み、鎖、123、鎖、鎖、123、ここと同じです。この1234、この4段で一つの模様、これを好みの幅になるまで繰り返していきます。このまましばらく編んでいきます。33段編んできました。長さは63センチ。これは細編みからスタートしてこう編んできて、最後はこの長編みになるところを細編みに変えています。順番通りに編んでいくと長編みの部分を細編みにしています。この四角の上が細編みになっています。で、最後の糸は少し長めに残して切っています。次はこれを三角に折って、次は端を三角に折ってこの部分を縫っていきます。縫っていない部分は袖口になります。で、今表が上、この三角のところは裏、この最初の細編みが表の方が表、こっちは裏、三角の部分は裏にします。この時この長編みのライン、ここを揃えます。そうすると全体が揃うと思います。で、縫う位置にマーカーをつけます。これは先端から測ります。ここから測ってだいたい14センチぐらい、私は14センチでここぐらいになります。この長編みの境目にマーカーをつけます。こっちもこれぐらいの広さの袖口になります。次はここを縫っていきます。で、縫う時にはこの状態よりもこれを折ってここから縫っていくと楽です。反対側の角には最後の糸端を残しています。こっち側を縫う時にはこの糸端を使います。こっちにはないので新しい糸を持ってきます。で、今裏が上の状態で端から縫っていきます。で、まずこの細編みの上のところ、こっちもこの糸端を結んでおきます。結んでおくと始末が楽です。で、同じところにもう一度次からこの長編みに2回ぐらい、こっちはこの部分は細編みになっています。細編みには1回、この鎖にも2回、これは長編みの代わりなので2回、
次も2回で2回1回と縫い合わせていきます。まずここに細編み、大体で大丈夫です。この長編みの下の方と細編み、次はこの長編みの上の方とこの鎖の下の方、次はこの鎖の下の方とこの鎖の上の方、あまりきつくならないように縫っていきます。ここは細編み、でこのままマーカーをつけたところまでこの途中の長編みがずれないように編んでいくと大丈夫です。マーカーのところまで来ました。最後は2回針を入れてしっかりとさせます。あとはほどけないように隠します。もう一方も同じように縫っていきます。次は袖を編んでいきます。まず長編みで始めます。始めるのはこの縫い合わせたところの両脇から、まずここから針を入れて新しい糸で同じところ鎖2つ、1、2で次はこの縫い合わせた隣、ここは細編みになっています。この隣に未完成の長編み、この細編みの2本の糸の下、ここに未完成の長編み、未完成の長編みは長編みの途中まで絡めて2本の糸の下、糸を出して2本から引き抜きます。これで鎖2つと未完成の長編み、一度に引き抜きます。今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。次からずっと長編み、この鎖3つに長編み2つ、次も2つでここにも2つ、次は細編み、細編みには1つ、こういう感覚で長編みをしていきます。2つ、次も2つ、次も
次は1つ、細編みには1つ、次また2つ、これで1周編んでいきます。長編みで1周してきました。最初のこのマーカーをつけたところ、この鎖2つの上、ここに引き抜きます。これで1周目が終わりました。次は2周目。2周目はこの鎖2つと未完成の長編み、細長い三角になっています。この三角の後ろを通って、で糸を引き上げます。これを長編みでします。まず少し大きな鎖1つで、下のこの鎖2つと未完成の長編み、この後ろを通ります。絡めて後ろ、長編みをするので2本から引き抜いて、また引き抜いて、これで下から糸を引き上げた長編み1つ、今引き抜いた糸にマーカーをつけます。次も下から糸を引き上げます。ただ今度は逆で、かぎ針を後ろに回して、でこの長編み1本の前で、この状態で糸を引き上げます。これを長編みでします。この長編み絡めて針を後ろ前に出して、これで糸を出してきます。2本から引き抜きます。2本から引き抜きます。これでちょっと引っ込んだ長編み1つ、これを交互に編んでいきます。次またこの長編み、今度は次はこの引っ込んだ長編み絡めて後ろに針を回して、でこの1本で2本から引き抜いて引き抜いて、でこれで引っ込んだ長編み、この糸を引き抜くときに、引き抜きにくいときにはこの部分を折りたたんで、でこの状態で通すと糸を出しやすいと思います。これを繰り返していきます。次はこの1本、後ろ、これを繰り返していきます。これで1周します。2周目を編んできました。最後はマーカーのところに引き抜きます。これで2周目が終わりました。ただここでもし最後が順番通りにならないときには、ここと同じように最後2本を一度にまとめて、でこの交互になるようにします。前と引っ込んでいるところと前と引っ込んでいるところ、これが順番になるようにします。
私はここが引っ込んで、次は前に出て、次また引っ込んで前に出て、で引き抜いて、これで2周目が終わりました。次は3周目。3周目を編むときには、ここに鎖1つがあって、ここが引き上げたところ、これは最初に編んだ大きな鎖、ここは置いといて、ここに針を入れて編んでいきます。まず大きな鎖1つで、針を入れるところはここは鎖で、これが引き上げた糸、マーカーをつけておきます。で、次は後ろに引っ込んでいるところ、また同じ次もこれで凹凸が揃っています。後ろには後ろ、前には前、これを繰り返していきます。ぐるっと編んでスタートしたところで、もっと長くしたいときにはまた大きな鎖1つでぐるっと編んで、好きな長さになるまで繰り返していきます。何センチでも大丈夫です。で、これと全く同じようにこの全体の縁を編んでいきます。今表が上の状態、この向きに編んできました。これを逆にします。これが編み始めた細編み。背中の中心はここぐらいで、この少しずれたところ、ちょっとだけ脇にずらして、ここから同じように鎖3つと長編みで1周します。で、新しい糸、鎖3つ、次は長編み、でこう長編みで1周します。長編みで1周してぐるっと編んで元に戻ってきます。次にそれと同じように下の長編みから糸を出して、この凸凹の長編み、これを編んでいきます。1周編んで鎖の1、2、3、ここに引き抜いて少し大きな鎖1つで、次は下に針を入れて、で下から糸を引き上げた長編みをしていきます。袖を編んだ時には最初鎖2つと未完成の長編みで三角を作って、その後ろに針を入れたんですが、この本体の部分は全部1つずつ、1つ目はここ、次はここ、次はここと順番に1つずつ編んでいきます。これを繰り返していきます。好みの長さになるまでしばらく編んでいきます。4周編んできました。1、2、3、4、長さは5センチぐらい。私はこれぐらいにして糸を切ります。鎖一つを編むようにして糸を切ります。で、これをとじ針で隠します。
裏に出してしっかりと隠します。本体のこの部分、ここも4周編みました。5センチです。これはお好みの長さで大丈夫です。これができたら出来上がりです。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がりました。ハスの花の模様がとても可愛くなっています。縁はこんな感じ。袖はこんな感じで少し広めに作っています。ゆったりとしていてとても着やすくなっています。首元はこんな感じで、これが胸のところ、これは裏、普段使うのにとても着やすくて便利だと思います。サイズを測りました。サイズは上から下まで73、横幅128、袖は12センチの5センチ、使った糸の重さは 320g。 こんな感じに出来上がりました。最後までご視聴ありがとうございました。